さて、また始まりました。第2回、なかなか聞けないリコーダー基礎テクニック講座。第2回はですね、何に焦点を当てるかと言いますと、手です。運指と支え指と題してお送りしたいと思います。リコーダーでこの運指、本当に問題になるんですけれども、なぜ問題になるか。リコーダーってですね、本当に指が難しい楽器なんです。フルート、クラリネット、サキソフォンなどいろいろありますけれども、そういう楽器よりもずーっとリコーダーは指が難しいんです。それなんでかっていうと、もう単純な話で、ああいうフルートとかの楽器はですね、キーと呼ばれるボタンのようなものがついています。このボタンですね、何のためについているのか。今の楽器はいっぱいついてます。で、それはなぜかというと、簡単に指が回せるようにできてるんですよね。それはそうですよね。難しくなるためにつけるわけがないですね。筋トレじゃないんですからね。ということなので、リコーダーはそのキーをつけてしまうと、リコーダーらしい音色が損なわれてしまうんですね。ということで、リコーダーはキーをつけるということはほとんどしません。ですので、指がすごく難しいんです。よくですね、小学生、中学生が、指がやっぱり難しいから嫌になる。吹けないから嫌になる。というようなことをよく聞きますけれども、それはこういうことが原因なんですね。ということで、とても大事な手のことにスポットを当てて、今日は皆さんと勉強していきたいと思います。まずはですね、手の形ですね、について考えてみたいと思います。手の形、どのような形がいいのか。まずはですね、すごい大事なことは、できるだけ手に負担をかけないということが大事ですね。ということで、リラックスした手の形はどういうものなのかということを考えてみます。それはですね、まず、こういう手の形ですよね。なんとなくこう考えるのがこういう形ですね。こういう形で考えちゃうんですが、これって結構こう伸ばすのにですね、力めちゃくちゃ入れてるんですね。でこれ力抜くとこんな感じです。で、この形をどうやって学ぶのかということをまず考えてみたいと思います。それでは、下に手を下ろしていただいて、ブランブランブランしてですね、まずは力をグッと入れます。いきます。グー。そこからパッと離します。パッ。もう一回いきましょう。グー。パッとなります。このパッと離したこの手、これが人間のリラックスした手の形になります。今のようなリラックスした手の形ですね。この形に近い形でリコーダーを持ちます。どんな感じになるかというと、こんな感じになるわけですけれども、次にですね、大事な右手のことを考えてみたいと思います。まずリコーダーを支えるということに関してなんですが、物を支えるということが一つ大事なポイントがあるんですけれども、3点指示という考え方があります。物理的に言ってもですね、物は2点で支えることは難しい。やはり3点で支えるということがもう自明なわけですけれども、他のフルートとかね、他の楽器もですね、必ずと言ってもいいほど3点指示という考え方があります。で、リコーダーもそこと同じように考えなきゃいけないわけですけれども、3点考えてみます。もう当たり前のようにやりますが、忘れてはいけない下唇。これ1点ですね。大事な1点です。吹くから当たり前のように感じますが、これは非常に大事なポイントです。下唇。それと、右手の親指ですね。それともう1点がですね、支え指と呼ばれる右手の小指をつけるという、この3点で持つというのがリコーダーの基本になってきます。で、この3点なんですが、1点はまずいいですね。しっかりここにこ
乗っける。ポイントはですね、ここを加えすぎないというのがポイントですね。こうよくこう加えすぎる人がいるんですが、こう加えすぎてしまうとタイミングの音が不明瞭になってしまいます。ですので先の方をちょこっと乗せるというような考え方になりますね。で、それと次2点目、親指、右手の親指ですが、親指はどうするかというと、手をこうやって人差し指と親指パタパタします。そうするとくっつくところがありますね。くっつくところはどこかというと、だいたいこの爪の横のあたりですね。で、この当たる部分をこう、指を縦にして、こういう形でリコーダーに乗せます。リコーダーに対して垂直です。ね、よく見るのがこういう風にリコーダーと平行になる形。これはもうとても良くなくてですね、こういう形にすると指がこういう風に斜めに入ってしまいます。そうするとですね、非常に動きにくい形になってしまいますので、必ず指はこう立てて、でしかもこの爪のすぐ横あたりのところに置くと。で、場所はですね、4と5の穴の間ですね。そのあたりに置きます。4よりも上というのはちょっとありえない感じですかね。ただですね、指が短い、手が小さめの人になればなるほど、おそらく下の方に行くと思いますね。5の下ぐらいまで行く人もいるかもしれません。ポイントはですね、この小指が突っ張らないという、こう引っ張ってこういう形に力が入らないということがポイントですね。上のこの人差し指が突っ張らない、小指が突っ張らない、いい場所を探してみてください。私の場合はだいたいこのくらいで、本当に4と5の、4よりぐらいの方ですかね。というような形になります。で、ここからですね、小指をつけるわけですが、小指はですね、ここの、6番目の穴、ダブルホール、通称豚鼻と言ってます。豚鼻。豚鼻と7番目のダブルホール、豚鼻。豚鼻と豚鼻の間のこのギザギザの装飾ですね。この部分に指をつけて、指を回すということがすごく大事になります。リコーダーですね、丸いので、この2点ですね、こことここだけでこう、しかも少し上げた方が楽になりますよね。で、この状態で、もちろん支えられる、落ちないようにはできるんですが、グラグラします。で、このグラグラする状態でリコーダー、この指を回すということはどれだけ大変かというと、例えばこうフィギュアスケートの人がね、そのスケートリンクが地震のようにこうこの揺れている状態で踊るようなものなんですね。こんな踊れないですよね、こんな状態でね。ということなので、この2つでだいたい重さはもう持ってしまいます。で、横に転がらないように小指を添えるというような考え方ですね。でですね、この支え指という考え方は、実は17世紀イギリスの教本ですね。有名なのはジョン・カー、ロバート・カーでも有名な名前ですけれども、そのカーが書いたディライトフル・コンパニオン、その中にですね、6を支え指にするという考え方があります。この6を支え指にするというのはですね、民族楽器なんかですね、にも結構使われるような考え方なんですけれども、でも今ですね、6を支え指にすると支障が出ることが結構多いんですね。ですので、現代的な支え指は6ではなく7、もっとその使用頻度と、あと音程に影響が少ないところに持っていかなきゃいけないので、7ですね。この7。この3点で支えるというのがポイントになります。それでですね、次はですね、もう一つは、指はできるだけ、特に右手はですね、指のこの根元から動かすということがポイントですね。なので、親指はあんまりこう奥に行かずに、ほんと爪の横ぐらいですね。それで小指を添えて、で指がこういう感じで、リコーダーに対して垂直にこう動くという。でしかも根元から動かす。で、これなんでこれ根元から動かすということが大事になってくるかというと、
こういう動きですね。第一関節や第二関節が動くということはですね、命令としてすごく複雑なんですね。第一関節折れるか折れないか。第二関節折れるか折れないか。実際もっと角度とかにも関係してますけれども、で、第三関節もそういう形になります。そうするとですね、ものすごい複雑な動きの制御が必要になります。これはですね、指を動かす点で非常にダメな方向で、なんでかというと、指とても難しいんですよね、リコーダーね。早く動かすためには、できるだけ単純な動きが必要です。ですので、コンピューターのように0か1かですね。離すか、つけるか。これに集約できると、指は途端に早く動きます。複雑な動きをすればするほど早く動きにくくなります。必ずですね、だいたいこの第三関節の部分がですね、リコーダーよりも下がらない。こういう感じですね。下がらずに、だいたいリコーダーと同じぐらいですかね。で、特にリコーダーをこう見ると、こう丸く、綺麗にこう丸くですね。よくあるのがこういう形でこう困った眉毛のような形になる人。こうならずにこう丸くなったような形で右手を配置するということがとても大事ということですね。あと右手でですね、最後に1点、右手の指はですね、指の腹、いわゆるこの第一関節との間の真ん中の丸い部分ですが、そこで押さえる必要はないということをもう一つ申し上げておきたいと思います。ね、指がこうやって健全にこう垂直にこう並べばいいですので、中に一応入っていただいても構いませんが、どちらかというとこの第一関節で全体がこう上げるか下げるかというようなことができるといいと思いますね。今度はですね、左手になります。左手はですね、基本同じですね。リラックスした手の形、グー、パッとやって、このパーッとこうなったこの形に近い状態になるといいですね。リコーダーに垂直に、できるだけ垂直に。で、もう一つすごく大事なことはサミングになりますね。サミングがですね、私が推奨するのは、指をこうちょこっとずらすと指を立てない方向なんですけれども、立てる場合はもうどうしてもこうなってしまいますので、指の配置が少し変わってしまいますかね。こういう形になると思いますけれども、それでも指の形がこういうふうに困った眉毛にならないようにするという形ですが、指をこうずらすという場合は、こうちょっと横から、基本的に右と左が変わらないようにしたいところですね。で、ちょこっとこうやって動かすという。サミングのポイントはですね、下の親指が動くことで上の指が動かないという独立させるということですね。上の指と下の指と。各指ですけれどもね。それができるということがポイントです。で、これがね、サミングするからといってこういう感じでこう上まで影響があるとまずい。サミングの指、親指はとっても大変な指なので、できるだけ独立して穴を開けるときなんかここの辺にこうやって置いたりとかする人もいますが、それはなしでやっぱり上げるか下げるかということにしましょう。で、親指はサミングというのがもう一つありますね。で、今度はですね、もう一つ大事なことは、右手はですね、指の腹で押さえなくてもいいと言ったんですけれども、左手に関してはですね、指の腹で押さえられますので、しっかり指の腹で押さえる形にしましょう。これは後々、高度なテクニックをするのにも少し必要になってきます。シェーディング、それとか、スライディングと呼ばれるような、こう指をですね、ちょっとこう開けたり閉めたりするというような作業が高度なテクニックではあります。そういうものにもちょっと使う可能性がありますので、右手は腹じゃなくてもいいって言いましたけれども、左手に関してはできるだけ指の腹で押さえられると、その後後々楽になるかなと思いますね。で、両方でこういう風に綺麗な指のメガネの形ですね。いつもメガネの形と言ってます。こういう風になるといいでしょうという形ですね。で、この指の形はですね、よく私が例に出すのは、オトテールですね。ジャック・マルタン・オルトテールの、
教則本に出ている絵ですね、それに近いような形で指ができると綺麗なのではないでしょうか。さて、次はサミングについて語っていきたいと思います。サムは英語で、このサム、親指ですね。それの ing 形でサミングと名前がついてるんですけれども、後ろの穴の開け方、ね、開けたり閉じたりするのをサミングと言いますね。でですね、指を立ててやる方法と、指をずらす方法があります。私はどちらかというとこの指をずらす派なんですけれども、この2つのですね、メリットとデメリットを考えてみたいと思います。まずはですね、指を立てる方法なんですけれども、しっかりとした動きになりますね。しかもですね、穴の開け方いつも同じというような形が出来上がります。ということで、指の先ほどの考え方からいくとですね、1対1対応ですね、サミングかサミングじゃないかというような形になりですね、指が動きとしては非常に健康的ですね。開けるか閉めるかということです。必ずこの決まった位置にポッといけるということが大事なことになってくるんですが、こちらももちろんデメリットがありまして、一つちょっと大きなデメリットなんですけれども、やっぱり指を立てて爪を立てるような形になりますので、後ろのサムホールが削れるということが起こります。昔は私もですね、こう指を立てる方法でやってましたので、昔の楽器は削れているものもあるんですけれども、今はもう削ることは絶対ないですね。ということで、この2点ですね。逆にですね、この指をずらす方法はどういうメリットデメリットがあるかと言いますと、まずはもう圧倒的なメリットですね。微調整が効きます。自分がどのくらい開けられるのかということが分かりますので、その音に対してですね、ちょうどいい場所をしっかりと探すことができます。これすごく大事な部分ですね。いい音が出る場所を探すことができます。そしてあともう一つは、もちろんこの楽器を削らないということですね。楽器が削ることが絶対ないです。これはもう圧倒的なメリットですね。で、こちらにももちろんデメリットがありまして、動きが非常に小さいんですね、親指の。で、小さい中で微妙にコントロールするので、筋肉がちょっと育ちにくいということがありまして、コントロールするのが非常に難しいですね。で、特にですね、親指のこのトリルなんかで連続でポンポンしなきゃいけない時なんかにですね、筋肉がないためにちょっと動かしにくいという、そういうデメリットがあります。一長一短なんですけれども、楽器を大事にしたいという方はこのずらす方がとてもおすすめですね。で、いい音も出やすいです。ですので、このずらす方法ですね。ずらす方法はこの親指のお肉をちょっとずらすようなイメージですね。ちょこっとだけです。指全体でこうやってやる必要はないですし、あともう一つ大事なのは、動かしても穴が開かないというようなことがないように、親指の端っこのところで穴の減りを感じるということですね。そうして自分でどのくらい開いてるのかということを考えたい、感じたいということになります。いかがでしょうか。サミングも、この2つの方法がありますけれども、ぜひこの両方ですね、特にこのずらす方法を勉強してみてください。さて、リコーダーのバランス、支え方、この右手の小指をつけて支えると言いましたが、もちろんこれで全てが済めば万々歳なんですけれども、この小指を使うときはもちろんあるんですね。下のファ、下のファのシャープ、もしくは下のラのフラット、そのシャープですね。で、あとシのフラット、
この辺も7使います。で、あとはですね、上の方ですね、高いソ、高いミのフラットでも時々ここの部分を使う場合があります。というこの辺の音ですね、6つの音が弱点になります。これが出た時どうすればいいのかなというのは後編でお話をしたいと思います。で、他にも持ち方、代表的な持ち方があります。2の指ですね、左手の中指、この指もよく支えるのに使えます。で、これの使い方、どういう時に使えるのかっていうことは後でお話をしますけれども、これの弱点が何になるかということも考えていきたいと思います。まずはですね、ミの音、真ん中のミ、もしくはミのフラット、これかこれということになりますけれども、これになった時に必ず2は上がるんですね。ミともう名前の付くものはアウトです。で、それと上のファー、上のソ、もしくはダブルハイツェですね、ダブルハイ C、 高い高いド、これなんかも外れます。で、こういうところには使えないということになります。で、この2つがすごく大事な持ち方になるんですけれども、3番目はそれ以外の指で動かない指を探してそれを支え指にするという方法があります。こちらのこの3つの使い方ですね、それに関しては後編の方でお話をしたいと思います。とりあえずは3つ方法があるんだと。で、初めの2つに関して、特に重要なこの2つに関して、どの音を使うとこの指は使ってはいけないのかということをお話ししました。後編の方では応用編でいろんな様々な曲例を出していきますので、そちらでどういうふうにリコーダーを支えていけばいいのかということを考えてみましょう。それでは支え指の練習をしてみたいと思います。簡単な都庁調の音階ですね。ソラシドレミファソラソファミレドシラソ。こちらを、ね、小指がアロンアルファでくっついたと思うぐらいな感じでやってみます。こんな感じです。さあ、これを練習してみましょう。で、ここから、例えば早く。で、特にですね、ソラシという、ここの4と6がひっくり返るところがありますけども、そういうところでも小指が外れないように気をつけてみてください。それとあともう一つぐらいですかね。アルペジオ、分散和音ですね。ソシレシレソレソシシソレソレシレシソソ。例えばこんな練習いかがでしょうか。これも小指に気をつけて練習してみましょう。もうちょっと早く言ってみます。さて、それではサミングの練習をしてみたいと思います。ドドドドレレレレ、これを繰り返して最後ドーと伸ばします。後ろのサミングが少ない動きで上の指に影響しないように練習してみてください。いってみます。
ょっと早く。もう一個いきます。いかがでしたでしょうか。できるだけ後ろのこのサミングの動きが少ない、しかも正確にできることに気をつけて練習してみましょう。で、2つ目の練習はですね、ミのオクターブとファのオクターブで練習してみます。下の親指の動きはさっきのドドとレレと変わらないんですけれども、上がちょっと変わるので注意です。やってみます。どうでしょう。上が動きが変わっても、いくら変わっても後ろが変わらないようにするというのがポイントですね。さて、ここで説明するのはですね、第3の方法ですね。2でも支え指でもなく、空いてる指を使って楽器を支える。もしくは動かない指を探してそれを楽器を支える指とするという、そういうやり方が第3番目のやり方になります。はい、こちらの楽譜を見てみてください。ハイランドジグという曲なんですけれども、この曲はですね、今見ていただくと分かる通り、上のドレミファソ、サミングを使わないということですね。で、それと下のソ、もしくはシのナチュラルですね。これがあるという。特に C もそうですけど、ソと下のソとドレミファソあたりがあると非常に都合がいいんですけれども、楽譜のこの指番号を見てください。一番初めの例を見ていただくと、指番号012というものが正規の指になるんですけれども、ここに赤で6が入っています。この6がポイントですね。ドレミファソ、この場合は都庁長なんでファのシャープになりますけれども、そこに全部6が入っています。これは昔の楽譜を見ていただくとお分かりになるんですけれども、6をずっとですねつけるような指の形になっているのがお分かりになると思います。それを応用した形になりますね。ですので、シとソ、下のシとソは6はずっとつけっぱなしですので6をつけっぱなしで、あとは上に行ってもファのシャープもソも6をつけていてもそれほど音程に支障がないという、そういう考え方のもとこの6を使うという昔の支え指ですね。英語でバットレスフィンガーと言いますけれども、それを使って演奏できると。ちょっと演奏してみましょう。というような形でこの6をつけっぱなしにするというこの方法を使った方法もあるということですね。なかなか聞けないリコーダー基礎テクニック講座、いかがでしたでしょうか。私の情報はこちら。
LINE アット公式アカウント魂のリコーダー奏者変母陽一にて最新の情報をお届けしています。ぜひご登録ください。また Twitter や Instagram もありますのでご覧いただければと思います。それではなかなか聞けないリコーダー基礎テクニック講座でまたお会いしましょう。アディオース。